コモンズスコラボリューム7ベートーベン。講師は坂本龍一です。それでですね、今回の、スコラで膨大な、ベートーベンの曲の中から何を入れるかというのは本当に、小沼先生、浅田先生、私たちで、いろんな話し合いが、主にメールでの膨大な討論の結果ですね、ちょっと僕が押し切っちゃったような感じになってるんですけど浅田先生はちょっと抵抗してたと思うんですがまずもちろんベートーベン、若い時からピアノもうまいし作曲もやっていたんでたくさん実は終作が残ってるんですが、やっぱり自分のピアノソナタに自分のピアノソナタこれが一番のピアノソナタだというふうにちゃんとねナンバーワンと書いて、その世に問うというのは相当な青年ベートーベンの覚悟があったと思うんで、これは先輩であるモーツァルトとかハイドンの、ピアノソナタ、クラビエソナタとはやはり違うもんだぞという相当な覚悟と自負がね実はやっぱりあったと思うんですね。でそういう青年らしい自負が随所に現れているということでやはり聴いてみようという、そのピアノソナタの第1番ですね。でもちろん非常にたくさんの人が録音をしていますけども、ここはもう本当に、独断と偏見で私の好きなグレン・グールドの、ものを入れました。こんな感じですね。この曲をよく知ってる方ならばこのグールドの演奏を聴くとちょっとびっくりするぐらい遅いで非常に勢いのあるテーマですよね。いきなりそのテーマがですね1オクターブ以上も、1オクターブほとんど2オクターブ近く跳躍していく和音でこのさっきのこれでいくとですね図でいくとですねこう見ると明らかにもうこれとは全然違いますよね。すごい幅を飛んで収束するというだから力学的にもすごく強いものだっていうことがこれで分かると思うんですけどやっぱりここにもうテーマからいきなりベートーベン青年ベートーベンのピアノソナタ1番にかける自負と覚悟とか、現れてると思うんですけども普通その疾走感っていうかなスピード速く弾くことが多いんですけどもグールドはそこをやっぱりなんて天の弱っていうかねこんなにのらりくらりと弾くとはベートーベンもご本人も夢にも思わなかったと思いますけどもはい、そんなものがありましてですねまだやってるすいませんで、そうですね生涯に32曲のねピアノソナタを、作ってるわけですからもう本当にそこの中にはいろいろあってですね僕の意見なんですけど当然ピアノっていう楽器がベートーベンやっぱり一番近い楽器だったと思うので僕はもちろん発表しないでも家でしょっちゅうピアノが触れていろんなものを弾いていたでしょうしいろんな楽奏を練っていたことは確かなんですけども
ピアノ・ソナタっていう一つのまとまった作品としてこう世に出す時もですね、ピアノ・ソナタの中でいろんな実験を、あるいは思考の実験、音楽的な実験っていうのを、ベートーベンはやってるように思います。でその実験の成果っていうのが、例えばもっと大きな交響曲などに、出てくるというような気がします。だからなんでしょうね、ピアノ・ソナタが、彼の日記のような、あるいはその音楽手帳のような感じに僕には感じられますね。でさっきのそのピアノ・ソナタ1番でしたけども、これは中期のですね、21番になりますと随分やっぱり、変わってきますね。これはバルトシュタインっていう名前がついて、皆さんも聞いたことあるでしょうけども、ここまで来るとさっきのその非常にこう気負ったといいますか、こう青年らしいこう力ずくのようなねものとはまた一味違ったものになってきます。ちょっと聞いてみましょう。これはですね、ウィルヘム・バックハウス、もう亡くなった人ですけど、ピアノの獅子王なんで、ライオンなんていうライオンキングなんで獅子王ってピアノのライオンキングってなんだよそれ、ライオンピアノ背負ってんのかよって分かんないんですけど意味がと呼ばれたね、非常に名手が巨匠がいたんですけど、その人の演奏で聴いてみます。こんな曲なんですけど、これはやっぱその驚くべきことっていうんですかね、僕なんかにとってはこうドミソでこれメロディーないのみたいな、書くの忘れちゃったのっていうでしょ。こうですよ、こうですよ。そしたらさっきのレンガ積み、細かいレンガ積みありましたけど、今度はこういうふうにドミソ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 、これでもかこれもこれも、これがテーマになってるんですよね。ですぐに今度一音低くして、ちょっととんでもないっていうか、多分当時としては本当にとんでもないパンクな感じだと思いますけどね。そういうなんかもう多分その頃の人って、こういうベートーベンの音楽なんか聞くのやっぱり周りの貴族とかが多かったわけですから、しかもそのなんていうんですかね、貴族のお嬢様たち、ベートーベン自身もその有名ないろんなお嬢さん、貴族の伯爵とかのお嬢さんにピアノを教えたりしてるんですよ。恋しちゃったりしてね、なんかもう恋文なんて書いちゃったりとかしてるんですけどね、そのチャラチャラしたその娘たちが聴くようなものだったのに、こんな武骨な本当にこのなんていうんですかね、こういうさ大工さんのような武骨な感じがしないですか。もう本当にしちゃうんだけどですからね、パンクだな。だから結婚できなかったのかな、それ関係ないかもしれないですけど、いやそれ分かんないんですけどね、かわいそうだな。絶対女好きだったと思うんですよね。結構このあの子を射止めようとか思ってね、結構流麗な綺麗なメロディーとか
書いたりしてるんですよね。恥ずかしが、まあ、照れながらね。別に個人的に知ってるわけじゃないんですけどね、こんなことがありながらですね、でまあ有名な話ですけど、耳が聞こえなくなってきたとね。それに気が付いたのが20代後半って言われてるのかな。でやっぱり一時は絶望しまして、やっぱりその音楽家にとって耳っていうのは、聴覚っていうのは命なもんで、耳聞こえないでどうやって音楽やるんだって話ですよね。僕も僕も比較するわけじゃないですけど、2度かな、こう聴覚が一時的に落っこってですね、50デシぐらい落っこったことあるんですよ。50デシベルっていうとね、ほとんど聞こえないんですよね。でもある日起きたらこう片耳だけでしたけど、全くこう無音っていうかね、こう海の中に入ったみたいな感じで、ちょうどこれ本当に不安でしたよ。どうなっちゃうんだろう。でもまあ本当に言ったんですけど、そのベートーベンのね不安とか苦悩ってのは本当にもう想像もできないですよ。どんどん悪くなっていくわけだから。だから一時はもう自殺まで考えてね、でハイルゲンシュタットの遺書なんて言われる遺書まで書いているんですけども、その遺書を書いた後にやっぱりこう多分気を取り戻してですねまあ自分はもう作曲しか能がないんだということで、次々とまあ長大な傑作をね、出してくるわけですけども、まあその遺書を書いた後たくさん名作がありますけども、やっぱり、そうですね、さっき聞いた5番の「運命」なんてのはもう一度やる気になって、かなり落ち込んだんだけどももう一度やる気になって、頑張った一つの金字塔みたいな曲でしょうね。まあさっき聞いたのもういいですよね。このスコラではですね、まあベートーベン、それこそベートーベンの「運命」って言ったらもう多分クラシックの曲で一番録音が多いんじゃないかな。もう誰かに数えてほしいぐらいけど、まあ何百、もしかしたらもっとあるかもしれないですね、録音がね。でその中でも本当にスコラってひねくれてるんで、ちょっと聞こうかな。やっぱりこれむちゃくちゃひねくれた演奏ですよ、録音ですよね。これピエール・ブーレーズが振ってるベートーベンの5番です。でこれあんまり知ってる人はそんなに多くないと思うんですけど、というわけで多分調べたわけじゃないけど、これが歴史上一番ゆっくりな運命ではないかと思われます。本当にひねくれた。でもブーレーズがベートーベンを振っているという事実だけでもね、かなりびっくりですけども、これはまあ60年代の演奏で、ブーレーズも非常にこう、時代のもう超前衛作曲家、指揮者でしたから、それでベートーベンを振るっていうのはやっぱり一筋縄ではいかない感じでですね、ものすごく早くやるかものすごく遅くやるかぐらいしかないんだけど、テンポで言えばね、だってあれは普通にやっちゃうしかないんだけど、普通にもう2点3点して普通にやるっていうのもかなりこう、ね、ひねくれてるとは思いますけどもね、さすがにブーレーズは普通ではないですね。やっぱりね、グールドも普通じゃないけども、とても面白い演奏だと思います。それでこの辺が、ベートーベンの中期の、傑作の森なんて言われますけども、たくさん傑作を書いてですね、今は何百年経ってもまだこの極東の日本でもねたくさん演奏されるぐらいですから、本当にそれはどんなにすごいことかっていうのは本当分かりますよね。で
ピアノソナタっていうのは32曲あるわけですけど、交響曲っていうのはご存知のように、9曲しか書いていません。でこの交響曲が9曲と、つまり第九までしかないということはですね、その後の作曲家たちにですね、呪いじゃないですけども、例えばマーラーも10番は未完成で亡くなってしまったと、ブルックナー、シューベルト、こうね、その交響曲第9番ということに、ね、呪われ、後の作曲家が呪われているわけなんですね、言ってみればね。これは面白いところですけどもね。でベートーベンの生涯、ベートーベンの音楽の中でやっぱりその生涯を通して一つのピアノソナタっていうのが一つの縦軸っていうのかなとしてあるということで言うとですね、今度中期から後期に晩年の方に移ってきますね。で晩年にピアノソナタの30番31番32番、続けて書いているんです。これがとても素晴らしくて、僕は一番ベートーベンのピアノソナタの中ではこの、最後の3曲っていうのが一番好きですね。でその中でも、これは僕の勝手な幼少時の記憶がありまして、この30番今からお聞かせする30番っていうのが、一番好きなんですけれども、31番もいいですね。これは高橋裕二さんの素晴らしい録音が残ってますし、32番最後の破綻調ですと、やっぱり僕が子供の時よく聴いたのは、さっき聞いたバックハウスの獅子王の、とても正統的なっていうのかな、クラシカルな演奏っていうのも耳に残ってますけども、その僕の一番好きな30番っていうのを聞いてみましょうね。ロシアのピアニストでアファナシエフという人がいますけども、アファナシエフはとても面白い人で、もちろんピアノの名手なんですけども、小説を書いたり詩を書いたりしてなかなか立派なね、文学者としてもなかなか立派な人ですけども、彼が弾く、ベートーベンに限らずですね、一般的にかなり遅いです。こう見ていくと遅いのが多いね。グルードも遅いし、さっきのブルーズも遅いし、今から聞くアファナシエフもテンポが遅いので有名なんですけども、僕のやっぱり好みかな、これ。遅きゃ遅いほど好きなんだけど、僕最近。昔は早いのも好きだったんだけど。ちなみにですね、僕がよく子供の時に聴いていたという、そのさっき聴いてもらったバックハウスですね、非常に言ってみれば一つのなんていうのかな、古典的な、象徴みたいな演奏ですけども、同じ曲ね、30番ね、バックハウスちらっと聴いてみましょうね。もう全然印象が違いますよ。その前のアファナシエフに比べるとですね、どっちかっていうとどんくさいベートーベンの方もですね、バックハウスのテンポで聴くと結構流麗に聞こえるというね、
そのくらい演奏っていうのも本当に音楽を変えてしまう力があるなとつくづく思いますけども、というわけでベートーベンの晩年まで一気に来てしまったわけですけども、大体お分かりになりましたか？これで分かれてても無理だな。で最後にですね、じゃあピアノソナタっていうのはそのベートーベンの中で一つの縦軸というか縦糸のように通ってるわけですけど、もう一つその、有名な交響曲ってありますよね。でもう一つ非常に大事なのが弦楽四重奏ですね。でこれもたくさん書いていまして、後期にまとめてたくさん書いていますけども、この中で今回このスコラに収録した15番、これも最晩年と言っていいでしょうね、を聞いてお別れしましょうかね。とても素晴らしく静筆なというか、本当にもう死を予感してたんじゃないかなと思うんですけれども、その祈りに満ちたね音楽ですね。15番です。こんなとこでよろしいでしょうか。そうなんですよ。この後っていうのがありますね。告知。今もちろんもう作業にかかっているわけで、ありましてですね、この8巻目、このベートーベンが来た後、この8巻目、これ何が来るかっていうとですね、なんとロックへの道という、ことになっておりましてですね、これはこのスコラ全体を発想した時の、元になっているものの一つですね。元はですね NHK-FM でスペシャル、正月スペシャルっていうのがありまして、そこで何年前かな、もう6年ぐらい前かしらね、67年前、7年前かな、その大竹栄一さんを、僕のリクエストでお呼びして、僕がなぜそのロック、アメリカであの時代にロックっていうのができたのか、ロックの成立史みたいなことを本当に僕は割と素人なんで、ロックに関してはお聞きするという番組を作ったんですよ。でそれがすごい面白くて、で大竹さんも本当に理論家なんで、例えばそのプレスリーっていう、大ヒーローですよねが出てくるまでのそのアメリカの音楽の大衆音楽の中のいろんな水脈が、4つぐらいの水脈が集まって、脈々と流れてたのが集まって一人のプレスリーっていうのが出てきたということをね、非常に理論的に教えてくださってね、これが、スコラ全集を作ろうという発想する一つのきっかけになってます。でこれを番組ではオンエアされたんですけども、その内容っていうのをもっと精査して、スコラとして一貫で取り上げようということで「ルックへの道」というタイトルになってますけども、1月中にね、大竹さんにお越しいただいて、もう一度話しながらより、精査した内容を作りたいと思っております。これはいつぐらいに出せそうだっけ。4月5月4545ってなってますけど、その辺4月か5月ぐらいに、尽力して出したいと思っておりますので、もう乞うご期待でございます。